皆さんこんにちは、さとこです。今日も動画ご覧いただきましてありがとうございます。今日は皆さんね、SNS の広告なので一度は目にしたことがあると思います。JW Pay の商品、少し見ていきたいのと、あと購入の際の注意点などについて話したいと思います。今回まだブラックフライデーの最中ということで、こちら JWPay の商品もですね、2点以上の購入でコード 25BF20 ブラックフライデーですねを使用すると最大 45% オフと、そして16,000円以上で送料無料となってます。この JWPay は多分もう3、4年ぐらい前ですかね、インスタとかの広告にすごく出てくるようになって、あの、一体何なんだろうという感じだったんですけども、ビーガンレザーというですね、あたかも地球に優しい素材を謳いつつ、ハイブランドのデザインをパクってる、いわゆるデュープブランドとなります。ビーガンレザーってでも一体何でしょうって。はい。合成素材ですね。ポリウレタンやポリ塩化ビニール。で、この JWP っていうのはデザイナーさんの名前ではなくて、単にこの会社の名前となってます。こういう風に写真で見るとやっぱりわからないですから、素材とか。そしてデザインもね、本当にもうボッテガ、バレンシアガ、グッチ、フェンディ、セリーヌ、プラダ、ね、ディオールとかね、本当一流のものをパクって安く作っているっていうね。まあ今日までっていうかよく訴えられないなっていうのもあれなんですけど、あのーハイブラの方もね、ここまで露骨にクオリティ下げてるものを出しててっていうんだったら、特に、そしてそんなに人気がねあるわけでもないと思いますので、そこまで目の敵にしていないんだと思うんですけども、ですね、結構アメリカ国内でも出だしの時にはみんなが何何っていう感じで飛びついてたんですけども、トラブルすごく多くてですね、私はそのレビューを読んでちょっと一回も試してないっていう感じなんですけれども、まず先ほども申し上げました通り、素材がですね、ビーガンレザーとね、かっこよく言ってますけども、いわゆる合成ですので、寿命が短いことがあるかなと思います。一度ね、ポロポロとむけ出すともう止まらないので、特に日本みたいに湿気が多いところとかで使われてると、寿命はそんなに長くないんじゃないかなと思います。そしてですね、一番、アメリカは返品交換文化ですので、そこがすごく問題だったんですけども、まずですね、このブランドは LA 発祥のブランドと言われてるんですけども、基本商品は中国大陸から送られてきます。おそらくね、LA と香港で、合同で、会社を起こしたような形なんですけども、商品は直接中国の方から送られてきます。それで返品なんですけど、ここにあります通り、新しい状態で受け取ってから30日以内に返品を承りますと。それなんですけども、全額自分で負担して、送料を負担して返品しないといけないんですけども、それにしても送ってきた段ボールなどの写真も添付して向こうが受け入れるっていうまで受け入れないんだそうです。
なので特にもうここに住所があるので送り返してしまったのに、向こうは受け取らない、返品認めないと言ってお金を返さなかったりですとか、連絡が取れなくなるっていうケースがね、かなりあります。で、やっぱりここに書いてますけど、事前の連絡なしに商品をこの住所に返送された場合、返品処理や返金の手続きができませんと。で、カスタマーサービスがすごく連絡してくるの遅いので、30日超えてしまって結局返品できないっていうことになってしまうかと思います。日本にね、住んでる皆さんの場合は本当に返品とかってあまりないと思うんですけどもね、念頭に置いて、そしてやっぱりね、こういう説明の文章の日本語もね、少し変なんですよね。AI とかを使ってやってるにしてもちょっと日本語のクオリティは低いと思います。なのでどの程度日本語での対応もしてもらえるかちょっとわからないんですけども、私としてはですね、ここで買い物するにあたってもう返品はしない、商品の寿命は短くてもいい、この2つをですねもう納得して今流行りの形のバッグを持つっていう感じでしょうか。はい、ではですね、ブラックフライデーの商品見ていきたいと思います。このエリーズとかね、フェンディで、この辺のポップなのはケイト・スペードで、こちら花ミディアムトートバッグはでメリエのザ・ニューヨークトート、あと先日もね出たと思うんですけど、トリーバーチさんのロミートートっていう感じです。このルシアクラシックトップハンドルも、バレンシアガのロデオやらショルダー、これはあれですかね、バーキンのレアタイプのっていうことなんでしょうか。アメリカではですね、バッグの形をパクったっていうのでは、裁判できない仕組みといいますか、ブランドはバッグの型そのものを商標登録しないといけないんです。なのでちょっとめんどくさいので多分やらないのと、流行っていうのはいつでもね、トップのブランドが出したものをどんどんこう下のメーカーがパクっていくっていうのはもう世の常というかね、ファッションっていうのはそういうものですので、そこまでやってないんでしょうけども、1年ぐらい前でしょうか、ウォルマートがですねバーキンバッグを出してですね、今これは中古が出てるので値段はねやっぱり200万円ぐらいのものなんですけれども、全く同じ形で合成でウォルマートが出した時にバーキンではなくてウォルマートの W を取ってワーキンっていうことで、もうアメリカのバッグ好きの人にブワーっと流行ったんですけども、すぐにねエルメスに訴えられて引っ込めちゃいました。っていうのも、その時たまたまエルメスがこのね、ここのフラップ部分の型をアメリカで商標登録してたらしいんですね。なんかヨーロッパではそういうことはできないので、ロゴがねパクられたっていう偽物でロゴを使って売ってたっていうのはもちろんそうなんですけども、型が全く同じでロゴとかを使ってなければ裁判はできないような仕組みとか、ちょっと私もそんなに詳しくないのでわからないんですけど、あるらしいんですが、アメリカではこのたまたまねこのフラップ部分を商標登録してたっていうことで、エルメスがウォルマートを訴えますって発表したか同時に、もうその前にすでに全て完売になっちゃってたんですけどね、そんな感じのことがありました。そしてこちらはねそんなに流行ってませんので正直。そう、それでこのねテッサっていうものなんですけど、これがね
バレンシアガのルカゴールだって言うんですけど、私はね、これはね、ちょっと認めない認めないです。そもそも可愛くないですしね。まあね、中にはね、可愛いものありますよ。まあこの辺なんか、ボッテガ風、ディオールのサドルバッグですかね。まあこれはもう明らかにものが違いますので、形がいくら似ててもね。こちらのバレンシアガのベルエア風のものもですね、リンダトートバッグ。17,500円って結構高いと思います。まあ、じゃあこれカートに入れてみますね。そして買い物を継続。あと皆さん何が欲しいですか？1個大きいバッグを買ったので、じゃあ少し小さい、クロスボディバッグ見てみましょう。まあこれもね、サンローランとか。これは一応あれかな、ルイ・ヴィトンのニューウェーブのつもりなのかなっていう感じですけども。まあね、写真で見るとやっぱりレザーのレザーって言ってもね、まあこれレザーじゃないんですけど、わかりませんので、手にした時にすごくがっかりしそうな感じがするんですよね。ハンドバッグ。これもね、ピカブ風ですよね、フェンディのね。結局、まあこういうストラクチャーのバッグっていうのは作りがいいので、それなりの値段がついてるのに、それを安い素材でやってどうするんだろうっていう気がします。にしてもですね、本当にね、返品大変で、あれですよね、段ボールの箱まで写真を送って確認するとか、ちょっと意味がわからないって感じなんですけども、完全に時間稼ぎでやっているだけだと思いますので、まあほんとね、返品絶対しないで、もうワンシーズン持つっていう感じで買うときはね、買った方がいいんじゃないかなと思います。まあ、でもこれを見て、お友達とかね、街歩いてる時に、本物持ってるって思う人はいないと思いますね。なのでね、ほんとね、ギャグアイテムとして、パーティーバッグとかね、にするのはいいんじゃないかなって思います。まあじゃあこれにしてみようかな。カートに追加でチェック。はい、エリースラージトップハンドル、リンダトートバッグ、合計31,800円となってます、今のところ。そしてチェックアウトで、クーポンが25、BF20、適用。はい、合計25,440円となりました。値引き金額6,360円。で、送料は16,000円以上で送料無料となってますので、この2つですね、購入しても25,440円っていうことです。まあ25,000、2つで25,440円。だったら私はね、普通に、コーチアウトレットでレザーのバッグ1個買った方がいいっていう考えです。2018年設立なんですね。希望になるデザインってさ、これだけパクっといてっていうのが、なんかさすが大陸メンタルだなっていう感じがします。もしすでに購入されて、いや、逆にこれいいよとか、おすすめのもの、また、お困りのエピソードなどありましたら、コメント欄から教えていただけると嬉しいです。今日はね、本当はバッグどんどん見て、これは、あの、どのブランドのあれだとかって言っていこうかなって思ってたんですけど、もうね、すべてほとんどそれなので、もうね、あまり意味ないかなと思いました。はい、そんなわけでですね、JWP さんからご購入される際には、ぜひ気をつけてください。まあでもですね、こういうふうに見てって、
今まで自分が知らなかったね、高級ブランドのデザイン、発見できる場合もあるかもしれないので、本当に、暇つぶしとかですね、電車の中で見たりするのもいいんじゃないかなと思います。ではね、まだまだね、続くブラックフライデーですけれども、私もいろいろ注文してますので、到着し次第、レビューなどやっていきたいと思います。今日も動画ご覧いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いします。バイバーイ。